USC300 の振り返りと感想について、USC300 であれをやるんだからすごいっす。ギリギリ勝ちましたけど、リベラ強いな。最高にいかれたやつらでしたね。あのベルトにふさわしい戦いでした。Welcome to リンヤチャンネル。滝行で絶好調の中村リンヤです。今日は以前の動画で話した USC300 の振り返りと感想についてですね。このチャンネルでは UFC についての展開予想だったり情報、そして格闘技のことについてだったりいろんなことを喋ったりしてますので、ぜひ皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いします。先日 USC300 の楽しみな試合3戦というのを話していただいて、その時に選んでいただいたのはアルジャメイン・スターリング VS、カルビン・ケイタ、チャールズ・オリベイラ VS アルマン・サルティアン、ジャスティン・ゲイジー対、マックス・ホロウェイ。今回こちらの3試合についてリアン選手に、振り返っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。1つ目、アルジャメイン対カルビン・ケイタです。アルジャメインは打撃でプレスを階級上げてもかけ続けたのがすごいなと思いましたね。圧力負け、やっぱこれでもしないんだなっていう強さ、あとはもうひたすら抑え込む。私が思ったのはメンタルの強さ。ブーイング起きてたじゃないですか、あれってやっぱアルジャメインとしては勝ちを選んでる。そうですね。だからそこで別に心がどうしようとか別にならないというか、 USC300 であれをやるんだからすごいっすよ、メンタリティーが。ですよね。崩せないですよ。どこでもやるっていうことですから、あれを。そこが大事ですよね。格闘技やってる時はいざ人のことなんか考える暇もないというか。アルジャメインとケイタの試合っていうのは振り返るとどういう感想でした？あんま面白くない試合だったっていう他がみんな気合入ってすごい試合してた分、そこが際立ってつまんなく見えたなっていう。なるほど。2つ目はチャールズ・オリベイラ対アーマン・ツァルキャンです。これは本当僕直前までどっち勝つか分かんねえって感じだったっすね。お互いもう超いい目してるし。なるほど。試合を振り返ってみるとどうですか？アーマンすげえってよりも僕の目にはオリベイラ強えな。僕はやっぱレスラースタイルなんで、どっちかっていうとアーマン視点で見るんですよね。僕も首取りが超うまい選手に対して転んじゃった時、ガブられてもいいからガブリから立ちに行くのか、一回寝て下になっちゃうのかっていうのが結構考えるポイントにあって、アーマンは今回オリベイラに何回かこかされたタイミングでガブられて、でダースとか来るからここ地面張って耐えてたんですよ。リアンさんごめんなさい、ガブリの説明もらっていいですか？ガブリっていうのは片方が四つん這いになってる状態または立ってる状態に対して相手が首を抱えて取ってるって状態です。自分がガブられる側だとしたら自分はこういう姿勢になってるわけです。頭を落とされてるんです。またはこうで、相手は自分のここに胸だったりを乗せてこう首を抱えて上からこうガブってしてるんです。首取るのが上手い選手にガブられるのがやっぱ嫌なんですよね。オリベイラはだから1ラウンドと3ラウンドにそのチャンスが来たんですけど、アーマンはずっとその時間はもうガブられてて首絞められないように、足を刈られたら首絞められちゃうんですよ。ガブられた状態でこうやって足刈られたらもう首決まっちゃうんで、終わりですか？それで足刈られないように極端にこれぐらい張ってたんですよね。両足こう伸ばして足をもう刈らせないみたいな。なるほどなるほどなるほど。っていう対処の仕方でしのぎきってましたけど、ギロチンも1回ガツンって入ったっすね。あれもしのいだし、2ラウンドもスイープも超いいタイミングでやってるけど、アーマン全部フィジカルの強さが関係してないとできなかったことというか、技術としてはやっぱオリベイラがちょっと上行ってたなっていうのはなんか感じてて、でもアーマンはその中で一発一発やっぱクマみたいに重いですから、肘ドーンって効かしてパウンドとかで印象をつけてギリギリ勝ちましたけど、オリベイラ強えな。リンヤさんが判定をするならばオリベイラ終わった時はあれみたいな感じでしたね。ちょっと反対意見言っちゃっていいですか？アーマンの方が全体的に試合をコントロールしてた、支配してる感じ、全体的に前出てたのはそうだし、でもマカチェフと相性はいいだろうなっていうのもあるから、ベルトは全然
取る可能性もあるし、だからそこが楽しみですよね。マカチェフとアーマンがどうなるかっていう。はい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 。間にポイエがタイトルマッチマカチェフとやるんですけど、ゲージに負けてるのもあるんで、ポイエは。ああ、そうなんです。ちょっとその子の熱が微妙な感じになってますけど、アーマンは多分その次のチャレンジャーとしてタイトルマッチやるんじゃないかな。なるほど。はい。オリベイラ選手はどうですか？負けたけど別に負けてないというか、なるほど。周りが今回負けたから遠のいたねとかは多分あんま思ってないような感じの試合だったんで、はい、だるいっすね。オリベイラのポジション、あんな強いやつがチャンピオンじゃない位置でずっといるって、そんな感じでいいんじゃないかな。ありがとうございます。3つ目はジャスティン・ゲージ対マックス・ホロウェイ BMF チャンピオンシップです。やばかったっすね。これは今でもタイムラインにまたお前かみたいな、ホロウェイのラスト10秒の KO シーンが永遠と流れてきて、これずっと使われる映像だなみたいなシーンですね。あれすごいっすね。まさに BMF ですね。そうですね。もう最高にいかれたやつらでしたね。はい。あのベルトにふさわしい戦いでした。ホロウェイはゲージの打撃を警戒して距離を取って戦ってたのがすごい上手。上手に足をすごい使って戦ってて、1ラウンド終わりのバックスピンで鼻折ったりもしてましたし、蹴りでこんなゲームやっぱメイクできるんだなっていうのを改めて見させられたのがやっぱすごい印象的でしたね。でもやっぱ要所でゲージガード固めるんで、そこの匂いを感知してちゃんと打つ時は打ち込みに行くっていうこともやってたのはちょっと異常な次元じゃねえかなって思いましたね。ホロウェイのステップってすごくないですか？ゲージからしたら自然と打ちづらい距離にいさせられてるみたいな。はいはい、そうですね。ホロウェイ今回ステップすごい使ってましたね。やっぱゲージ相手に直近でやってた試合のようなプレッシャーのかけ方をかけると、多分25分あればゲージはどっかしらですごいのやっぱ振ってきますから、なるほど、そこで戦わないっていうので足をすごい使ってたなっていう。あれも25分できるんだし、あのゲージのカーフを割と入ってたというか、入ってましたよね。あそこでリズムを変えなかった我慢強さも勝負を分けたかなっていう気はしてましたね。あのカーブって結構効いてるはずですよ。やばいっすね。はい。ゲージは特にあらゆるファイターが今までで一番重かった打撃って言ってきてますから、どこか赤ちゃん感のあるゲージのマンブリパワー多分相当だと思うんですよ。マジいい試合だった。本当にお互いがお互いをぶつけに行き続けてて引くことなく、だから最後ああいうシーンなんだなって思うし、私なんか初心者が観戦についても、でもあれはすごい試合ですよね。あれはないっすよ。格闘家としてここでやれっていうやつ。24分以上あそこであの距離でスタンドゲームしてて、最後10秒であの回転を出せるのはおかしいですよ。ゲージはもう乳酸溜まってもう回転も落ちてましたから。なるほど。はい。あそこで3発ぐらいしかゲージは多分振ってない。3、4発ぐらい。その間で8発9発ぐらい振ってるんで。なるほど。でダブルでいってますから、あの中でダブルで使うっていう、右左右左右左になりやすいんですよ。ただこっち潜って腹入れてあそこでダブルで打ち落としてるから、どこまでいっても冷静なんだな。これ熱くさせるのは無理だなっていう。本当の本当にかっこよかったですね、ホロウェイ選手。みんな結構次のタイトルマッチホロウェイそっちメインになってますよね。ファイターとしてはああやって煽られて引く人っていないですね。まあやらないっすよみんな。そういうもんなんだ。ゲージはゲージで男なんですよ。めちゃくちゃ。はい。ただやっぱあの時間ってどんだけいがみ合ってても15分後抱きついたりしちゃうぐらい芽生えるものがあるんで、お互いに感情としてぶつけ合って磨き合って、それをまああの場で5分5ラウンドやって終盤にもういいよもうやろうぜ、細かいことは終わりだよっつってそういうことですよね。あれやられたらいっちゃうのは分かるっすね。でも、ゲージも多分ラストで回転蹴りでかけ逃げかなんかしようと思ったんじゃないかな。その後10秒残しでこれやられたんで、やっぱそこに立った瞬間のメンタリティーが違うっすよね。ゲージとホロウェイ。なるほど。ここに来いよってもう誘ったホロウェイと回転蹴り外したで、あここに来いお前はやるかってなったゲージじゃやっぱ初動が全然違うっすよ。その 0.5 秒1秒の差でいろんなことを考えますから、ファイターは。
そこで遅れを取った。ゲイジーの回転蹴りで火ついた部分もないですか？多少あったと思いますね。やってきたの。いいよ、そんなことしてくんなよっていうのもあったんじゃないですかね。そういうことか。新谷選手はあの立場だったら乗ります？やりますよ。やっぱやりますよね。やります。ただゲイジーの状態だったらやらないです。腕に乳酸溜まっててバッチバチの元気なやつがいるんですよね。そんな冷静で入れます？無理するんです。もう分かった行くっつってタックルフェイントして肘みたいな。カメラのこと考えてください。ちょっとすみません、新谷さん自由すぎる。無理。ここに収まれっていう方が無理です。そうか。300の試合で話させられて。すみません。今日は UFC300 の振り返り動画になりました。ほぼ BMF の話になったあの話やっぱ止まんないですね。でもほんとそんぐらいインパクトあるいい大会でした。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。Welcome to リンヤチャンネル、中村リンヤです。今日はおならとへの違いについて喋っていこうと思います。いや違うでしょ。違うでしょ。すみません。どういうこと？今ずっと打ち合わせしてて。はい、ちょっちゅね。はい。